待たせたの、園長。先にヒーローズパークへ戻らせた。キャストとしての仕事があるからの。か弱き者を救ったというのに浮かぬ顔じゃな。どうやら説明が必要のようじゃの。愛獣が人を襲うということはすでに知っておるな。なぜ愛獣が人を襲うか。それは奴らの餌が人の悲しみゆえじゃ。さよう。悲しみを抱えた人に取り付き悲しみを食べることで奴らは愛獣から愛人へと成長する。お主が先ほど見た背後の影がそうじゃ。あの影を背負い奴らの餌場となってしまったものを我々は宿主と呼んでおる。宿主となった者は悲しみを食われ続け次々と愛獣を生み出してしまう。生み出された愛獣は再び人々を襲って取り付いていく。我らヒーローはその連鎖を止めるため宿主に取り付いた愛人を取り除いておるのじゃ。愛人は簡単にはやられてはくれぬ。我々に抗うために宿主の体を乗っ取り実体化し襲いかかってくる。悲しみを感知した際そのものが宿主であるかどうかを調査するのが我ら決心の役目。今回は調査する間もなく宿主となってしまっておったからそのまま戦闘になったかの。悲しみにも程度があるじゃろう。小さい大きい浅い深いとな。あの女子は身投げを考えるほど深い悲しみを抱えておったのじゃ。取り付いた愛獣が一瞬で愛人に成長するくらいのな。しかし愛獣が悲しみを餌としたことで女子が抱えていた悲しみの記憶は消えてしまった。あの女子が身投げをせずに踏みとどまったのは悲しみが消えたからじゃ。身投げをしようとしたことやどんな悲しみを感じておったのかは忘れておるじゃろうな。その答えを出すのは私ではない。園長自身じゃ。そなたは己の意志でヒーローズパークへやってきたはず。ならば己の力で答えを見つけるがよい。さて我らも帰還するとしよう。参るぞ園長。お帰りなさいませ園長。覚悟はしておりましたがその様子を見る限り隣の彼から何か言われたようですな。さよう。実は必要とする者もいるのに排除してしまっていいのか。知ってしまったものの避けては通れぬ苦悩です。しかしあれは人々を襲い弱き心を食い荒らす存在。我々は戦い続けることを選んだのです。倒すべき相手は愛人とはいえ
宿主は我らと同じ赤き血の通った人間。そなたが立つは果てなき戦場。それを知った上でも我らを指揮できるか、園長。